こんにちは。今ですね、私たちはベルサイユ宮殿があるイブリーヌ地方に向かっています。ここ数年はね、年に2、3度ぐらいの頻度でパリには行っているんですけれども、ベルサイユ宮殿にねまだ行ったことがなくて、今回どうしても行きたいなと思っていて、予定の中になんとかスクイーズしました。でですね、せっかく行くんだったらね、一泊イブリーヌ地方にしてもいいかなと思って、今日はホテルにステイします。今朝までね、南スペインのセビリアにいました。朝一のフライトでパリに戻ってきて、タクシーで向かっているという感じです。本当はね、電車で行きたかったんですけど、今回なんかすごい荷物が多くて、ちょっと電車は無理だなということで、今車で向かっています。なんかね、もうね、パリとやっぱり違ってすごいゆったりしてる感じがしますね。今日オルリー空港に飛んできたんですけど、オルリー空港からだとね30分かからないから、電車とかで行くより全然もう車を取っちゃった方が早いと思っています。はい、では後ほど。今回私たちが宿泊するのはウォルドーフ・アストリア・ベルサイユ・トリアノン・パレスです。こちらのホテルはベルサイユ宮殿の庭園に隣接していて、宮殿へのアクセスも良好です。本館は白い石造りの外観で気品が漂います。エントランスホールのモノクロ大理石の床とビビッドに映える緑色のソファー、神秘的な光を放つシャンデリアが美しく、足を踏み入れた瞬間から幸福感に包まれるようにデザインされています。ホテルの周りをお散歩してます。このホテルのね、目の前にこんなに綺麗な散歩道が広がっていて、馬とかね、家畜がなんか放牧されてるみたい。ロサンゼルスも人いっぱいいるし、これまでね旅したところがたくさん人がいたので、人がいないこの自然に帰ってこれたって何かすごいホッとするんですよね。ホテルの近辺の街を散歩しています。今日はね、あいにく月曜日なので、いろんなお店が結構閉まってたりするんですけれども、すごい可愛らしい感じのブティークなお店が多いですね。どうですか、デビッド？ It's like Paris but scaled down. It's very peaceful. It's Monday though, right? Things are closed. いや、すごくリラックスした時間がね過ごせそうだよね。こんな街を見たらね、フランスもね、パリだけじゃなくて、いろんな郊外にも行ってみたくなりましたね。Our only experience with France is Paris. So far. There's still so much more to see and try and experience. ということで、ちょっとプラプラしてみようと思います。
なね可愛いお店があるんですけど、でも本当に月曜日だから全部閉まってる。ただ人がいなくて歩きやすいですね。可愛いね本当にね、街が。時間が取れるんだったらベルサイユに一泊って全然私ありだと思いますよ。 So quiet today. 本日は Google マップでレビューが良かったこちらのレストランでランチをいただきます。Salade, beefsteak, French fries, duck. 日替わりメニューがあるこちらのビストロのお料理はお野菜がふんだんに使われていて美味しかったです。シックさとモダンさが融合し、伝統的な雰囲気を維持しつつも現代的設備や機能性を備えたラグジュアリーホテルです。今回こちらのホテルに決めた理由は視聴者様にお勧めされたからです。ちょっとここでそのねいただいたコメントっていうのを読ませていただきます。こちらのホテルで放し飼いにされている羊と庭園を眺めながらいただく朝食は美味しく癒されます。富裕層が住む土地柄、宮殿周辺のビストロも美味しいお店が多い印象です。物欲や食欲は華やかで賑やかなパリで、ベルサイユでは鑑賞に浸りながら穏やかな時間を過ごす感じです。いやまさにその通りだなと思っていてベルサイユ宮殿を訪れる際にはね、いつか必ずこちらのホテルにステイしたいなと思っていて、今回その願いが叶いました。そして今回はね庭園が見えるお部屋を用意していただいて、もう本当にラッキーだし幸せだなと思います。この窓を開けて一面絵画のような景色が広がっていて、実はこのお部屋に来てからねあんまりここから動いていません。ずっとこの景色を楽しんでいます。本当に美しいです。Wow. This is magical. What a great experience to be here. To have this view from this room in such great weather. 確かに本当そうね。 Especially with the sunset. I mean, we checked in and we set up the camera to get all this. What a nice hotel. Now I understand why they decided to build the palace out here. 確かにそれはそうよね。本当に。Paris is Paris and it's great. It's exciting, but the amount of movement there compared to here is completely opposite. It's just nature. 鳥のさえずりがすごいalmost fake sound to me. All these birds. It's just too perfect. We've been in Seville, we've been
in Lisbon and Paris, and the airports of all three of those multiple times. She's taken me all around the world on this one trip. Just like a silence moment. Yeah, I'm happy we can relax together finally on this trip. Now it feels like vacation. It's just so beautiful. I don't think there's any other way to catch it. And the sunset from a balcony view of the Garden of Versailles. It's lovely. Merci. You're very welcome. わあ、すごい。 So if you look here, it was the Treaty of Versailles. So here are all the military, the meeting. And here you can still recognize the windows at the end. We'll look over there with the windows. Full tour. Gordon Ramsay restaurant. Oh, this is it. It's closed tonight. Chef's table. Oh, that's it. That's sweet. You can have the view here on the kitchen. Wow. Oh, we wouldn't have known this. Look at that. You can watch them make your meal. If you want to come. 楽しいね。This is the Star Chef? You've got the very old Forno. It's very old stool. It's Oh, very good. Appreciate that. You're welcome. せっかくなら夜のベルサイユ宮殿も見てみたかったので、ついでに外でディナーも済ませます。本日はモロッカンスタイルのレストラン。However, due to a general meeting of the staff from 9 a.m. to 10:30 a.m., the opening of the estate of Versailles will be disrupted. So means we booked a ticket at 9 a.m. So there might be extra long lines. Nance, come here.朝ごはんに行きますか。朝ごはん。皆さんおはようございます。
昨日私たちはねこちらのホテルでゆっくり寝ることができました。とても快適でした。さて今日はですねこれから朝ごはんに向かうんですけれども、昨日ホテルの方に伺ったのがね、1919年に有名なベルサイユ条約は調印されました。そしてベルサイユ条約が実際に調印されたのは今日これから行くベルサイユ宮殿の鏡の間なんですけれども、こちらのホテルトリアノンパレスではベルサイユ条約が草稿された場所でもあるそうです。そのお部屋がね、当時のフランスの首相クレマンソーさんの名前がね付けられたクレマンソーの間というのが残されているそうです。それでは行ってみましょう。こちらです。ね。ドリンクを持ってきていただいたので、ちょっと今からトライしてみます。いただきます。可愛いよ、なんかスマイリングしてるよモッカかな。とても濃厚で美味しい。なんかさここの空間が幸せすぎて、ちょっとあんまりベルサイユ宮殿に行く気が今しないそう、なんか昨日ねチケットの E メールを確認してたんだけど、スタッフのミーティングで早朝の時間は入れませんみたいな E メールが来てて、昨日ねディナーの後に宮殿の前に立ち寄ってセキュリティの人に聞いてみたら、ストライクだって。ストライク、そうストライクのためE メールはミーティングって書いてあったけど、そうストライクのために朝の1時間半ぐらいかな入れないかもっていうことでした。まあそういうこともあるみたいなので、今日ちょっと本当にベルサイユ宮殿に入れるのか不明なんだけど、まあでもここですごいいい時間を過ごしたので、まあもうどっちでもいいかな。まあ一応ね行ってみますよ。それ目的で来てるので。でも、もう少しここでゆっくりしたいと思います。Can I try the macchiato cocktail? Of course. Wow. They're so accommodating. It keeps coming up to us to bring us more drinks or things from the buffet if we want. Really nice. And the music feels like we're at palace breakfast. It's very early morning. Beautiful. The only thing we're missing are some more wildlife, some sheep. 確かに。シープはstill sleepingしてんだったっけ。It means they can stop work anytime if the agreement are not signed. But that doesn't mean tomorrow morning you are oops, they close it. Right? Because here, you work for nothing. That is the problem. Well, I don't see the car could go in. That's bad. It's not good news. Might as well go see. And we have a map? Of course. So we're here. I'm gonna adjust it. Main palace of Versailles.
Le Notre Gardens, and the Marie Antoinette Estate. とても居心地が良すぎたホテルをチェックアウトして、今からベルサイユ宮殿に向かいます。まあね、昨日から心配していたストライキ、なんかさっき同意に至ったのかな。I think they agreed on strike, right? ストライキの内容に同意したということで、今日はね早くストライキが明けてくれたんで本当に良かったです。さっきコンシェルジュのおじさんと喋ってたんですけど、本当に運が悪いと数週間前はエッフェル塔が1週間閉まってたよとか、ここのベルサイユ宮殿も1日2日閉まることだってあるよっておっしゃっていたので、まあ今日はねここまで来て、ホテルは最高だったんですけど、ベルサイユ宮殿入れなかったらマジで悲しいなと思ってたんで、さっき開いたと聞いて今から向かいたいと思います。フランスのストライキって理にかなってるというかわかるんですけど、でも私たち観光客にしてみたらもう今日しかない、今しかないっていう感じなので、これからはストライキのこともね頭に入れつつ旅行していきたいと思います。もう今日開かなかったらどうしようって思ってました。でも開いてくれたので、ちょっと今から急いで宮殿に向かいます。Well, from this angle, it doesn't look like anybody. And then reality. Another field trip, school field trip here. Hi. 現実1000人近く並んでんじゃないっていうレベルで人が並んでおります。これどれぐらい待つんだろうね。1時間ぐらい列に待つのかな。ちなみに多分この列の人たちみんな事前にチケットを買ってます。ホテルで I feel like it was a dream that like we were eating breakfast. What was that? Back to reality. やばい。まあでもブルースカイなんでめちゃくちゃラッキーですね。お天気にはかなり恵まれてる。ストライキの影響もあってね。そうフランスの人はみんな知ってたみたい。ただ観光客だとねちょっとどこでチェックしていいかわからないんだけど、多分そういうストライキの情報にも敏感になってこういうの予約した方がいい。I didn't get an email until yesterday. それな。私たちは昨日の朝までこの E メールが来るまで知らなかったんで、ストライキのことを。なんとも言えないけどね。なんか徐々には動いてる。1時間以内で入れたらいいね。今結構列が進んできました。なんかね、ちなみにベルサイユ宮殿って2300室のお部屋があったそうです。And 275 toilets 275個のトイレがあったそうです。王様やお仕事をする人たち 4,000 people lived here. Stadium full of people here at some Yeah, point. but like that seemed like a way less toilets for 4,000 people. You know, there's the woods too. なんかそう考えたら275個のトイレって少ない気がしません ?4000 人の人たちがここに住んでいて、ちょっとなんかふとそういうことを思いました。ベルサイユ宮殿はフランス国王ルイ14世が1682年に建設した宮殿で、1979年に世界遺産に登録されています。ルイ14世はフランス王朝の最盛期を築き、絶対的な権力を持っていました。このルイ14世が絶対王政の権力の象徴として贅の限りを尽くして建てたのがベルサイユ宮殿です。しかし1789年のフランス革命により王室と政府は永久にベルサイユから追放されて以降、ベルサイユ宮殿は1837年にフランス歴史博物館になりました。今
今30分ちょっと列に並んでようやく宮殿の中に入ってきました。さてこんだけの人とねどれぐらいゆっくり見れるのかわかんないんですけど、とりあえず中に入ってみようと思います。宮殿に入るとすぐに現れるのが厳かな雰囲気の王室礼拝堂です。礼拝堂は2層で構成され、上階は国王や王族用、1階はそれ以外の信者が利用していました。上を見上げると大きな天井画が描かれています。こちらは三位一体をテーマに描かれています。またこの礼拝堂はマリー・アントワネットとルイ16世が結婚式を挙げたことでも知られています。王室礼拝堂を見学後、階段を上って2階へと上がっていくと、王の大居室群が現れます。豪華できらびやかな部屋が次々と現れます。ヘラクレスの間は宮殿の中央部に位置し、天井には壮大なフレスコ画が飾られています。ヘラクレスの間は宮殿内でも最も重要な宴会や祝典のための部屋の一つとして使用されたそうです。こちらのメリウスの間はこのベルサイユ宮殿の中でも最も贅を尽くした部屋の一つだと言われています。部屋の真ん中にルイ14世の寝室用のベッドが置かれています。またルイ14世が亡くなった際はこの広間に遺体が1週間安置されていたそうです。大居室群の中でもひときわ混雑していたのがアポロンの間です。日中は王が客人と会う場所として使われていたそうですが、夜会になると国王自身も娯楽を楽しみました。こちらのルイ14世の肖像画はバレエで鍛え上げた客船美にハイヒールが美しいです。王の大居室群を抜けると光が差し、ひときわ明るく豪華な空間が広がります。ベルサイユ宮殿で最も有名なのがこの鏡の回廊です。もともとテラスだった場所を国王の居室と王妃の居室を結ぶ回廊として改造したそうです。天井を埋め尽くすほどの絵画に数々の彫刻や装飾品、無数のシャンデリア、そして当時は貴重品だったと言われている鏡を357個備え付けた鏡の回廊は全長73メートルで圧巻です。当時なぜ鏡が貴重だったのかというと、鏡製造の技術をベネツィアが独占していたため、職人をベネツィアからわざわざ引き抜いてまで建設したのがこの鏡の間だそうです。また鏡の間は第一次世界大戦を終結に導いたベルサイユ条約が締結された場所としても有名です。こちらはルイ14世の妃マリー・テレーズや
マリー・アントワネットなどの寝室になったお部屋です。王妃はこの部屋で出産をしたため、フランス王がたくさん誕生した部屋でもあります。またフランス革命の際にマリー・アントワネットはこの部屋の隠し扉から逃げ出したと言われています。フランスの重要な戦いの様子を描いた絵画が一面に飾られている戦士の回廊も見逃せません。回廊の壁にはフランス戦士の勝利をテーマにした33点の絵画が並んでいます。絵画の中ではドラクロワ作のタイユブールの戦いが最も有名で、600年以上も前の出来事を描いた傑作です。今ベルサイユ宮殿を見てきました。ずっと行けずじまいになっていたので、今回ようやくベルサイユ宮殿を見ることができて、とても大満足なんですけれども、もう本当にすごい人だった。人酔いしそうなぐらい、特にねアポロンの間進まなかった。人多すぎて。I think maybe because there's so many small details in there, people are going slow to make sure they saw it all, and because it's his room, right? とにかくもうねたくさんのお部屋があるんですけど、どのお部屋も本当に装飾が美しくて圧倒されました。でね本来はこのガーデンがねこの先にずっと続いて、ルイ16世の大トリアノン、彼が休憩していた神殿やマリー・アントワネットの離宮もすごくおすすめされたんですけど、今日は私たちはねパリでこの後アポイントメントがあるのでここでおさらばなんですけど、It's so big, you really need to dedicate a whole day. I love the architecture. I love seeing how well preserved it all is. We missed some parts of it. 娘たちのお部屋、ストライキによるショートスタッフ、人員が足りないらしくて、結構いくつかクローズしてるお部屋があるっていうことを聞きましたよ。Very, very happy to have experienced this. A life of luxury. I could see why they like living out here. ちょっとだけお庭を拝見してからパリに戻りたいと思います。宮殿の背後に広がっている庭園、実は宮殿自体より莫大な時間と費用がかかったそうで、なんと約40年もの月日をかけて作られたという美しい庭園です。